おはようございます。ケンです。週末から昨日にかけて立て続けに出てきたニュースを一本の線でつないで、今テスラで本当に起きている変化、こちらについて今日は整理していきたいと思います。まずは結論から言います。今テスラは EV の販売企業から AI とエネルギーと自動運転のプラットフォーム企業へはっきりとフェーズを切り替えに来ています。販売台数が減った、値上げをした、値下げだっていうような表面的なニュースだけを見ていると重要な変化を見落とします。今日の動画ではなぜ今この動きなのか、株価がそれをどう織り込み始めているのか、そして僕たちテスラオーナーやテスラ株に投資をする投資家は何を見るべきなのか、こちらを未来志向で考えていきたいと思います。ではまず背景としてこの数日で出てきたニュースを整理していきたいと思います。アメリカではテスラの販売台数が前年比で減少しました。一方で株価は下がるどころか上昇し、ウォール街の一部のアナリストは、もはや納車台数はそこまで重要ではないと言い始めています。同時にオースティンでは安全ドライバーなしのロボタクシー実証が始まり、モデル Y だけではなく、モデル S までもがロボタクシーとしてテストされています。さらにテスラはスターリンクとの統合を示唆する特許を出願し、通信インフラまで自前で握ろうとしています。カナダとアメリカではバッテリーとドライブユニットの延長保証が始まり、長期所有を前提とした設計思想がより明確になりました。ヨーロッパでは6人乗りのモデル YL が型式認証を取得し、2026年に向けたラインナップの拡張も進んでいます。そしてサイバートラックではパワーシェア、つまり車が家の電源になる構想が再確認され、エネルギー戦略との統合が進んでいます。これらはすべてバラバラのニュースに見えて、実は同じ方向を向いています。では今日の本題に入っていきたいと思います。まず一番大きな誤解からいきます。テスラの販売台数が落ちているっていうのは成長が止まったという見方は間違っています。EV 市場全体が成熟フェーズに入り、どのメーカーも販売台数の成長率は鈍化しています。その中でテスラだけに成長率を求め続けるのは評価軸が古いと言わざるを得ません。今テスラが注力しているのは何台売ったのかではなくって1台あたりからどれだけ価値を生み出せるかになります。FSD、ロボタクシー、ソフトウェア、エネルギー、保険、そして将来的には通信です。これは Apple が iPhone を売りながらサービス収益を拡大してきた構造と非常によく似ています。だからこそウォール街の一部のアナリストは納車台数の重要性は下がっていると言い始めたんです。そして次にロボタクシーの話です。オースティンで安全ドライバーなしのロボタクシーが公道を走り始めました。これはニュースとしては静かですが、歴史的には非常に大きな一歩です。ウェイモとテスラは何が違ってくるのか、それは専用車両なのか量産車なのかです。テスラはモデル Y、モデル S といった普通に売っている車をロボタクシーに変えようとしています。これはつまり特別な技術ではなくスケールする技術を目指しているということになります。もし FST が本当に人間並みあるいはそれ以上の安全性を達成した時に数百万台のテスラが一気にロボタクシーの候補になるということになります。このスケール感っていうのは他社には真似できません。株価が販売台数の減少にもかかわらず上昇している理由はまさにここにあるんです。そしてスターリンクの統合の示唆です。一見マニアックな特許ですが、これは非常に重要です。通信が不安定なエリアでも車が常時オンラインである。これはロボタクシーにとってもフリート管理にとっても決定的な意味を持ちます。テスラは車、AI、エネルギー、通信を一つの垂直統合モデルにしようとしているんです。イーロン・マスクさんがスペース X とテスラを並行して経営している理由がここでつながってきます。そしてエネルギーの視点も忘れてはいけません。サイバートラックのパワーシェア、パワーウォールとの連携、これは単なる便利機能ではありません。車は移動する巨大な蓄電池という思想です。災害時、停電時、電力価格が高騰した時、車が家庭を支えます。これは EV というよりエネルギーのインフラです。さらにバッテリーとドライブユニットの延長保証、テスラ自身が長く使われることを前提にビジネスを設計し始めている証拠です。
短期の買い替えモデルではなく長期稼働モデル。これはロボタクシー時代を見据えた動きでもあるんです。では、ここで一つ問いを投げかけたいと思います。もしテスラを EV メーカーとして見続けたらどうなるのか、おそらく販売台数値下げ、競争激化ばかりが気になり不安になっていくでしょう。でもテスラをAI とエネルギーのプラットフォーム企業としてみたらどうでしょうか。株価が納車台数に反応しなくなってきている理由、アナリストの評価が割れている理由、これらはすべて見る視点っていうのが人によって違い始めているからなんです。では最後にそういったことを踏まえてまとめます。今テスラが起きていることは短期的には分かりづらいです。だからこそ誤解されやすいんです。しかしロボタクシー、FSD、エネルギー、通信、これらを一本の線で見てみた場合にはテスラは次の10年を作ろうとしている最中だと分かります。そういったことを踏まえて皆さんテスラをどこまでの会社だと思っていますか？そしてどの未来を織り込んで投資あるいはオーナーとして向き合ってらっしゃいますか？ぜひコメントで教えていただきたいと思います。そしてこの問いを考えるっていうことがこれからのテスラを理解する一番の近道になるんじゃないかなと僕は思います。はい、ではそういったことを踏まえて最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は大きく上昇し470ドルを超えて現在476ドルとなっております。これは500ドルが見えてきたのではないでしょうか。この上昇の理由ですけれども、投資家が販売台数だけでなく成長の質にも注目していること、テスラの自動運転ロボタクシーや AI 技術、ロボティクス事業の成長ポテンシャルに期待感を強めているということが影響していると海外メディアでは報道されていました。いよいよ車の事業から AI とロボティクスの事業へシフトしてきたっていうのを株価の評価でも本格化してきたということになると思います。引き続きテスラ情報、しっかりと情報を追ってまた YouTube でお届けしていきたいと思います。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。テスラオーナーの方、そしてこれからテスラを買おうかなと思われている方、自動車保険をどうしたらいいのか悩んでませんか？テスラは輸入車なので修理とかになったら保険料も高くなってしまいますし、保険をどうするのかっていうのはテスラオーナーにとっては結構大きな悩みなんですよね。でもそんな方におすすめなのがアークエイドというテスラ専用の保険サービスです。驚いたのがドアミラーの破損やいたずらによる傷まで保証されるのに保険等級に影響が出ないプランがあること。しかも保証内容はテスラの特性に合わせて設計されているんです。普通の保険だと高すぎる、テスラに合う保険が見つからない、そんな方は一度アークエイドに問い合わせる価値はかなりあると思います。僕もテスラの保険はアークエイドさんのところにお願いしています。気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックされてください。そして昨日の YouTube でアークエイドとの対談動画を公開してますので、こちらもぜひご覧になられてみてください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。